おはようございます。スネドラです。今日は昨日と打って変わって晴天に恵まれて絶好の重走日和です。こんな気持ちのいい天気の中重走できるなんて本当にラッキーです。お世話になった円山荘に別れを告げて、これからお天正、常念岳の方に向かおうと思います。今までは燕岳までしか来たことがないので、こっから初めてなんですよね。すんごいワクワクしてます。いきなり目の前に槍が見えます。登山道がちょっと砂利っぽいんで、ずるっと来て落っこちると、止まれそうなものがないので気をつけて歩きましょう。ひたすら槍を見ながら歩いていきます。これは確かに気持ちいいですね。いやー、こんなに気持ちのいいところ、なんで今まで来なかったのか、とっても悔やまれます。円山荘から3、40分ほど歩くと、ひときわ大きな岩が現れます。これ遠くからでも見えるやつですね。大きい岩です。この辺りが芸路岩を含む巨岩地帯になってるみたいです。すごい大きい岩が多いんですよね。このパックリ割れた巨岩の間を抜けて、正面に見えてくるのがどうも芸路岩のようです。この手前の岩の向こう側ですね。ここ左に曲がって、あれです。正面に見えるのが芸路岩なんだそうです。芸路岩の左を回り込んで、先に進みます。この辺りまではまだアップダウンがほとんどないので、快適に歩けてます。なんといってもこの景色ですからね。ほとんどの場所からは槍が見えるので、すんごい気持ちのいい重走路を歩くことができます。昨日の夜寒かったので、なんと霜が降りてました。山の上はもうそんな時期なんですね。大下りの頭に到着です。ここから一気に100メートル下って、また100メートル上がるというなかなか過酷な場所です。下が砂地になってるので滑らないように慎重に降りていきます。はい、下まで降りてきました。ここからまた100メートル登るんですけど、なかなかきついですね。下りとは違って上りは岩場だとか、木道だとか、そういうところを多用しながら、どんどん高度を上げていきます。登山道が谷側に少し傾斜しているので、油断するとね、滑って落ちそうな、感覚になります。しかもその登山道結構細いし、右側からは草が張り出てるので、どうしても左寄りになっちゃうんですよね。慎重に落ちないように歩いていきます。木道が見えてきました。これがなかなか急な上に長いんですよね。結構ね、疲れます。頑張って登りましょう。この辺りが多名門の釣り岩のはずなんですけど、どれがそれなのかよく分かりませんでした。ただこの岩場は鎖があってもいいんじゃないかっていうぐらい急でしたね。やっと登りきったイエーイと思ったら、まだ、少し登らないといけないみたいです。ただ一番急なところはもうクリアしたっぽいですね。微妙にきつい急登を登りながら、しばらく行くとまた岩場が出てきます。この岩場はそんなに長く続かないし、思ったよりもきつくないので、あっさり越えることができました。ここを越えてしまうとまたしばらく気持ちのいい重走が続きます。槍ヶ岳もくっきり見えて、この絶景ね、このご褒美があればどこまででも頑張って歩けそうな気がします。正面にはお天正岳、その左には大天荘も見えてきました。お天正岳までの前半のルートで唯一不安があったのは、ここの切り通し岩なんです。鎖があってはしごがあって、なかなかの高度感で、ここがね怖いだろうなと思ったんですが、案の定怖かったです。ただそんなに高低差はないので、落ち着いて降りれば、問題なく降りることができました。喜作新道を開拓した小林喜作氏の、レリーフです。眺望抜群の表銀座重走路は、この人が開拓してくれたから今私たちが歩けるんですね。上りははしごというよりも階段を使って上がります。今通ってきた切り通し岩です。次の人たちがちょうど来たので見てみましょう。
私と違って普通に降りてます。みんなやっぱりすごいんですね。今まで歩いてきた重走路です。遠くに円山荘が見えます。ここまででだいたい2時間20分ぐらいです。お天正岳の分岐に到着です。ここをまっすぐ行くと、いわゆる表銀座のルートで、槍ヶ岳の方に行くんですが、私たちは今回ここを左に曲がって大天荘を越えて常念の方に向かうパノラマ銀座コースを進もうと思います。分岐から大天荘までの5、600メートルが地味にきつくて、歩きにくいのもあってね、えらく時間がかかります。100メートルごとに出てくるこの標識と、なかなか見れない太陽のこのハロー現象ってやつですね。それと、絶景がなければもうとても上まで上がってくることはできませんでした。大天荘が見えてきました。やっと到着です。ここが標高2870メートル。ただいま9時半。だいたい予定通りの時間で来れました。大天荘のランチ営業が10時半からなので、ご飯が食べれないんですよね。なので今日円山荘でお弁当を作ってもらったので、それを持ってきてます。遠くに円山荘が見えます。この重走路を3時間かけて歩いてきたんですね。本当に気持ちのいい道でした。この大天荘がだいたい中間地点なので、後半は、常念の方に向かって3時間景色を楽しみながら頑張って歩いていこうと思います。大天荘のトイレです。チップは200円でした。トイレはとっても綺麗ですね。ちょっと匂いはありましたけど、まあそれは仕方ないですよね。アルコール消毒の他に水も出るようでした。便座を拭く用のアルコールも設置されてて、コロナ対策もバッチリなようです。大天荘に入ってみます。食事はまだできませんが、おやつだとか、飲み物は買えるので、とりあえず生をいただきます。ここで飲む生ビールは最高ですよね。円山荘で作ってもらったお弁当はご飯が妙に硬くてね、円山荘らしからぬクオリティでした。向こうの方に見えるのは奥穂と前穂ですかね。ってことはあそこのへこみっぽいところが唐沢カールなのかな。だいぶ早い昼食が終わったら、お天正岳の頂上に行ってみます。大天荘からだいたい10分ぐらいって書いてあったんですが、実際はね15分ぐらいかかりました。お天正岳頂上に到着です。標高2922メートル。槍ヶ岳に奥穂、前穂もよく見えます。素晴らしい景色ですね。これはね、登った甲斐がありました。今回の参考で最高の標高になります。天気が良くて助かりました。素晴らしい景色です。遠くに見える円山荘からここのお天正岳まで来るのが前半戦で、後半戦はここを右の方、こっちの方に行って常念小屋に向かいます。だいたいこれも3時間です。大休憩も終わったので常念の方に向かいます。前半戦は前後に人がいたんですが、後半戦はほとんど人がいなくなっちゃいました。まあでも景色がすごい綺麗だし天気もいいんでね、ホイホイで歩いていきます。綺麗な重走路です。これは気持ちいいです。ただこの辺からクマがよく出没するようなので、周りをキョロキョロしながら気をつけております。東天守岳を越えたあたりからまた下りになります。すごく綺麗な重走路なんですが、実はここから常念小屋までの2時間の間で人を全く発見できなくて、ここクマが多発するんでね、ずーっと一人で歩いてると怖くてね、すんごい心細かったんですよ。混んでるのは嫌なんですけど、もうちょっと人がいてくれてもね、いいかなと思います。ハ松の森の中にポツンと開けた場所が出てきました。標識はちょっと読めないですね。こっち側に朽ちた標識が落ちてて、かろうじて、常念岳、お天正岳って読めます。昔は何かあったんですかね。頻繁に、熊を探すんですが、今のところ見つかりません。
熊がいないうちにどんどん先に進みます。まあそんなこと言ってても景色がとにかく綺麗でね、本当にうっとりするような重走路です。これ今越えてきた岩場なんですけど、何気に怖くてね、しかもこの辺高度感が結構あるんですよね。後半で一番怖かったところかもしれないです。遠くに常念岳が見えてきました。常念岳は明日、登る予定です。綺麗な景色です。唐沢カールにはもう唐沢ヒュッテも目視できるぐらいになってきました。いや素晴らしい景色ですね。来てよかった。だいぶ常念岳が近づいてきました。常念小屋の看板出てきましたね。そろそろ下りになるんじゃないかと思います。下の方に常念小屋が見えてきました。この下りは足に来そうですけど頑張っております。はい、降りてきました。今日は結局、累計標高700メートル上がって、1000メートル降りてると。通算7時間の参考でした。思ったより疲れましたね。常念の越に到着です。標高2450メートルです。ただいま1時半です。常念岳は明日長ヶ岳に向かう時に登る予定なので、今日は登らずにチェックインしようと思います。今日のお宿は常念小屋です。円山荘とかに比べればこじんまりしてますが、規模自体は思ったよりも大きい山小屋ですね。おつまみとかお酒、それからお土産なんかもたくさん売ってます。携帯電話の充電などは入り口すぐ横にあるこの棚ですね。ここで充電することができます。1回100円だったかな、で使えるようです。館内マップです。位置関係はシンプルなのですぐに把握することができると思います。今日のお部屋は26号室。定員12人のところを6人で使う配置になってます。頭部にだけ仕切り板が入ってるタイプです。今日は私ともう一方の2人での利用でした。山小屋では定番の漫画や雑誌、本などがたくさんあります。無料のお湯なども準備されてます。この壁の向こうが食堂になるんですよね。で、この奥、が乾燥室になります。ちょっとね離れてるんで歩きます。突き当たりの部屋が乾燥室ですね。なかなか広い乾燥室です。再び入り口に戻ってきました。食堂の前には談話室と売店があります。売店は、受付とかと、一体型になってて、このお部屋をぐるっと囲むようにいろんなものが売ってます。お水はここから無料でいただけるそうです。続いてトイレです。中に入ると、洗面台がありますが2人分ですね。これ通常の繁忙期だとちょっと並んじゃうかもですね。トイレはとても清潔です。常念小屋のトイレでちょっと驚くのがこの便器の向きなんですが、これ通常と逆なんですよね。これなんでなんだろう。食堂の奥には展望デッキがあります。素晴らしい景色の中ビールとか飲んでたんですけど、結構人が大勢集まってきちゃったので映像は撮ることができませんでした。夕食です。従業員の方が完全防護服を着てサービスしてました。驚きましたね。食事はとても美味しくてね、特に味噌汁がね絶品でした。おはようございます。朝食です。朝食の人数が少ないですね。もう下山してる人が多いのかもしれません。シンプルな朝食ですがとても美味しかったです。パノラマ重走3日目は常念岳を越えて長ヶ岳に行く予定だったんですが、天気はちょっとね心配だったんですけど、最悪の方に触れて、雨はまだ小雨なんですけど風がね今風速18メートルぐらいってなってました。常念小屋のおじさんも今日は長ヶ岳の方行かない方がいいんじゃないかという話もあって、他の方たちも下山する人多いようなので、私も今日は残念ながら、ここから一ノ沢の登山口に下山しようと思います。長ヶ岳はまた今度ですね。
常念小屋でタクシーの手配をかけてから下山を始めます。この位置でこの風だから稜線とかに出たらもうすごい風だったんでしょうね。はい、第2ベンチです。当然ですが、もう景色は全く見えません。ここは最近土砂崩れがあったんでしょうか。下まで続いてますね。登山道もちょっと土砂で埋もっちゃってるところもあるみたいです。トレッキングポールで確認しながら慎重に渡っていきます。昨日、おとといは雨は降ってないと思うんですが、川の水量が多いです。誤って落ちたりしないように気をつけて橋を渡ろうと思います。滑落多発区間、こういうの見ちゃうとね、緊張しますよね。どこで滑落するんだろう。ここかな。この右のところで落ちるんですかね。はい、十分慎重に歩きます。ここまでが滑落多発区間なんですね。胸付八丁です。上りでまさにこの辺りが正念場、一番きついんでしょうね。いい名前つけますね。川沿いを歩いてるんですが、さっきよりもなんとなく水量が増えてきているような気がします。この雨の中頑張って登ってる若者たちが来ました。雨を想定してなかったのか、最後の子はザックカバーじゃなくてビニール袋をかぶせてますね。この橋は川を渡るための橋なんでしょうけど、水がもう外に溢れちゃって橋の横に水が流れてますね。慎重に渡りましょう。雨がだいぶ強くなってきました。いや、今日は下山して正解だったですね。登山道がだんだん川のようになってきてます。水流が増えないうちに早く下山しましょう。一の沢林道まで残り 2.1 キロです。だいぶ降りてきました。ここが大滝っていうんですね。この辺に滝があるのかな。せっかくだから滝を見てみたいんですが、今日はこんな天候なので、下山を優先します。雨なのでカエルがたくさんいます。これ踏んじゃったら私もカエルもどっちも不幸な思いをするので気をつけて歩くようにします。古池です。特に何もいないですね。見るべきものもなさそうなのでこのまま通過します。はい、だいぶ降りてきました。もう山道というよりハイキングロードみたいになってきました。ここまで来ればあと少しですね。山の神、無事に下山できたことについてお礼をしておきましょう。あ、何か建物見えてきました。あの辺が多分登山口ですね。いやー、到着です。常念岳登山口、やっと着きました。ここまでタクシーが来てくれるので、準備して待ちたいと思います。相談所の建物には屋根がついてるので、雨が降ってても、雨宿りもできるし、右側には綺麗なトイレもあるし、ここの登山口なかなかいいですね。まあとにかく怪我もなく無事降りてこれてよかったです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。パノラマコースは結局長ヶ岳まで行けなくて残念でしたけども、また次リベンジしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。